なたは世間の漫画家に対する認識が分かってない。いらっしゃい。あ、後藤さん、他のお客さんに聞いたんだけど漫画家なんだって。ほら有名じゃないですか。それで近所の子供に色紙頼まれたんだけど、プリキュア書いてやってくれる？な。書くんだ。しかもうまいし。何着てんだ。喧嘩売ってんのか。喜んでもらおうと思って来たのに。僕だって嫌なんだ、こんな恥ずかしい T シャツ。だから着れるやつ作れって言っただろ。読者プレゼントで T シャツを作る際、作者の要望で着れるやつというのがある。キャラクターがデカデカとプリントされていては外で着れないだろうという配慮からなのだが、やたら文字だけ、やたらキャラのシルエット、よく見ればドットがキャラの顔。何やってんすか。見りゃわかるだろう。餃子作ってるんだよ。これうまくできたと思いません？おお、美しいね飛騨が。って締め切りまであと6時間じゃないですか。原稿上がってんですか。原稿？何それ。いいからあんたも作れ。これなんか完璧じゃない。やりますな。さすが師匠。これが噂の締め切り前の現実逃避というやつか。時に追い込まれた漫画家は突然部屋の模様替えを始めたり、突然凝った料理を始めたり、普段絶対しない換気扇の掃除を始めたりする。なお罪悪感からか意外にもゲームなどの娯楽よりも家事全般が多い。仕方ないなあ、先生を貧乏にするわけにもいかないので、後藤プロも IT 革命を断行しましょう。アナログな環境をパソコンとか使いまくって完全デジタル化。 CG ならこんな面倒な建物もいろんな角度で思いのまま。ネットでデータ入稿なのでタクシーに原稿を置き忘れた編集者からの書き直し要求はゼロ。トーンもベタもワンクリック。消しゴムかけもいらないので衛生的。今の若い人はそっちが主流です。いつかはと思っていたが、今がその時ってことか。原稿を取りに来るという、消しゴムをかけるという、僕の仕事がなくなってしまう。人類が IT に仕事を奪われる。いや、他のスキル身につけろよ。どうしたんです、ムー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 と。いや、本名でデビューしてしまったから生きにくくてな。ああ、だったら今からでもペンネームにすればいいじゃないですか。そりゃそうだな。一緒に考えます？なんだこりゃ。後藤先生のペンネームです。来週からこれを使うそうです。アホかお前は。ダメなんですか？僕も一緒に考えたのに。いいわけないだろ。デビュー前の新人作家ならまだしも。作家名はブランドなの。商標と同じで急に変えたらお客がわからなくなるでしょ。どうするんですか？動物園でゴルフするシーン。動物描ける人他にいませんよ。方法はある。めんどくさい動物を描かなくても動物園は表現できる。おお、動物の視点だよ。さすがベテラン、引き出しが違う。ちなみに直接描かなくても表現できる、それがプロってもんだ。なんか低予算映画みたい。ここ数日、はい、もちろん書かせていただきます。はい、もちろん書かせていただきます。はい、もちろん書かせていただきます。どうすんですかこのスケジュール。お仕事いただいてありがたいことじゃないですか。先生は変わってしまった。ほんとこれじゃ社畜よね。いや、漫画家は自営業者。故に今の先生は社畜ならぬ満畜です。
何その新しい言葉作ってやったぞ的な達成感というか高揚感というか醸し出すのやめてよ。漫画家も最近は漫画描く以外にも色々しないといけない時代だから、ますます満築化が進みますね。このサイン会とか。ほらね、誰もいない。そらまだ1時間前で開場してませんし、それに参加者は前もって応募して当選した100名限定ですから。そんなの人気作家と勘違いして転売目的で応募したものの、不人気だと知って行かねえよってなってるに決まってるんだ。不安なのはわかります。でも一番不安なのは書店員の皆さんです。お前じゃねえのかよ。書店員の皆様は作家に恥をかかせまいと必死なんです。いざとなったら私服に着替えて並ぶ覚悟でいてくれるんです。やっぱりそうなんだ。よし、お前らの顔は覚えた。もし並んでるのを見つけたら泣くぞ。まためんどくさい作家来ちゃったな。漫画家は10年くらいしか続けられません。だからなるべく大切にしてください。なんすかそれ。漫画家の実会作ってみた。漫画家にお手紙をください。反応がないと不安で泣いてしまいます。やばい、泣ける。系譜か。漫画家にもありますよね。誰が誰のアシスタントだったみたいな。長くやっていると師匠の絵に似ちゃうから、誰のアシスタントだったかってなんとなくわかりますものね。また素人が何か言ってるぞ。そうですね。でも実際似てるじゃないですか。それはアッシが先生の絵に似るのではなくて、それはアッシの絵だからだよ。意味がわかりません。先生が描かずにアシスタントが描いてたってことですか？そうではない。ただ色が似てしまうんだな。色？多くの作業に関わっている以上、おそらく原稿自体の7割が足の手によるものだろう。つまり自分のやっていた作業のまま描くと同じ調子の画風になってしまうのだ。そうなのか。なんか嫌そうだな。いや別に。ま、安心しろ。似てるのは最初だけで、何年か経つと師匠の方が劣化して弟子の方が上手くなるから。そうそう。誰が劣化だ。一般論です。カッコ仮は良くないと思う。漫画のタイトルもそうだ。企画段階ではカッコ仮だが、でも大体読んでいるうちに馴染んでしまい、カッコ仮が取れてそのまま本題になる。経験あるんですか？経験？今まで全部だ。どうしても愛着が湧いて変えられなくなってしまうものだからな。先生、今年は頑張りますよ。もう11月だけど。そう、週刊少年マンガジンは11月の3週号をもって創刊38周年を迎えるのです。また中途半端な。全然節目じゃないし。この輝けるアニバーサリーの年に編集部一丸となって構成に出る所存です。気合い入れてくれるのはいいけど、40周年まで待てなかったのかな。雑誌でも何でも中途半端な節目を祝い出したら、それは何らかの危険信号なのかもしれない。ついに年末進行がやってくる。年末進行とは、編集部が年末年始をがっつり休むため、年内に原稿を回収せんと漫画家を鞭打つ悪魔の所業である。少しずつ仕事を前倒ししないといけませんね。頑張りましょう。ずいぶん前向きだな。そりゃあもう講談社年末パーティーがあるから。先生、ラスナをパーティーに連れてそもそもこの大勢の中からどうやって漫画家見分けるんです？そりゃあ小汚いのが漫画家でしょ。言い切りましたね。アシスタントかもしれないじゃん。そんなの簡単だよ。出版社は売れっ子作家を一人で放置できないから、担当編集をがっちりつけるの。編集はホスト側だから、スーツの着用が義務付けられている。つまりきっちりスーツにガードされた小汚い男が売れっ子漫画家よ。言い切った。言い切りましたね。でも小汚い男って言いますけど、
今少年誌で売れてるのなんてほとんど女性作家じゃないですか。ほんと言いたいこと言うなこの人。女性作家の場合、年齢に不相応な少女趣味のフリフリの服が多いかな。なるほど。さて諸君、6号分までの考慮が終われば年内の仕事も終了となる。だが年明け締め切りの7号分まで年内に書いておけばここまで休める。そんなに休めるんですか？ 7号分まで書いて休みましょう。年内に7号分まで原稿を書き溜めて年を越そう。書きだめはどうしたんですか？みんな先生の原稿を待ってるんですから、もう少し真面目にやってください。真面目な漫画家に書きだめなんてできるわけないだろう。はあ！時間があればギリギリまで使ってクオリティを高めるのが真の漫画家というものだろうが。なんて嘘。私はあればあれだけ怠けちゃうダメな子なんです。こうなると思った。で、どこに行くんですか？伊豆だよ。伊豆、いいっすね。ま、僕はハワイですけどね。そういうとこだろモチベーション下げるの。なぜです？僕はハワイですけど。漫画家が必死に作った休みで2泊3日のささやかな旅行に行くのに対し、お前ら平気で1週間海外に行く。行けばいいじゃないですか。原稿も上がったし休みはあるでしょ。漫画家に長期旅行の申し込みなんかできるわけないだろ。何らかのトラブルで原稿がちゃんと上がるかもわからない。仮に年内に上がったとしても年始の考慮で引っかかってリテイクがあったら旅先から戻らなきゃいけないんだよ。ああ、特に下ネタだとね。だからすぐ戻れる暗金短しか選択肢がない。年末年始に海外行ってる漫画家は全員クソだ。それに漫画家が年末年始むやみに予定立てられない最大の理由、それはな。Si vous avez aimé ces extraits, n'hésitez pas à jeter un œil à l'anime ou au manga. Kakushikoto raconte l'histoire d'un père célibataire qui souhaite à tout prix cacher son métier de mangaka à sa fille car ses mangas contiennent des blagues salaces. La relation père et fille est très touchante à suivre. Il y a encore plein d'autres anecdotes sur l'industrie du manga. C'est une série que je vous recommande chaudement.